販売枚数1万着突破。ジェッタ公認オリジナル T シャツウェア3分で注文可能です。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、巻き込みサーがブチ切れにかかる方法を皆さんに紹介したいと思います。ぜひですね、巻き込みサーブがかけられない方は必見です。はい、まずポイントの1つ目はグリップの握り方が非常に重要になります。巻き込みサーブはブチッと切る感覚を作るには人差し指を人差し指をちょっと引っ込め気味で親指をちょっと立てるようにこうやって持って巻き込みサーブを出すと非常に回転がかけやすくなります。こうですね、こういう握りが巻き込みサーブがすごい回転がすごく強く簡単にかけられるやり方になります。だからこの握りでこういう感じです。こういう感じです。これ人差し指が伸びてしまいますとちょっと回転の量はちょっと出しづらくなります。人差し指を引っ込めて親指立てるようにすると切れる。切れる。切れます。切れる。切れます。人差し指伸ばすとちょっと切りづらい。ちょっと切りづらいです。人差し指伸ばすとちょっと切りづらい。ちょっと切りづらいです。ポイント2つ目は巻き込みサーブの構え方になります。でこれが非常に重要で、最初しっかり巻けるかラケットを巻くことができるかが巻き込みサーブの成功の秘訣になります。だから最初巻けるラケットをグッと巻けたら巻き込みが出せます。よくやる方はダメな方は巻こうとしてラケットがフォア側が開いてしまっている。これだと押してしまって巻き込みサーブになりません。だから要するにラケットのフォア面をお腹に向けるっていう意識ですね。手首を使って手首を内側に入れておへそに向かってフォア面を向ける。この構えが大事です。こうです。これがですね、これでやるとこうやって回転をかけやすくなります。これでやるとこうやって回転をかけやすくなります。巻き込むときにできない方はラケットを目を開いてしまう方が多いですね。5本指で握ると開きやすいんですよ。ラケットを開いてボールのお尻を押してしまうと巻き込みサーブが覚えられません。なのでしっかり人差し指を引っ込めて親指立てて手首をしっかりお腹の方に向けて入れてこの構えができれば巻き込み出すときにこうやって回転を加えやすくなります。はい、巻き込み出すときにこうやって回転を加えやすくなります。はい、巻き込みボールでは必須の構えになります。ポイントの3つ目になります。これは今度は巻き込みサーブのスイングの仕方になるんですけども、基本的には私は手首だけ使っても巻き込みそんなにかかんない感じがしまして、手首だけ使うとやっぱあんまり回転がそんなにかかんない気がします。内側に巻いてる状態でこの状態で手首は固定したまま、今度もう固定したままで前腕で引いてインパクトの瞬間に前腕でかけるっていうイメージです。前腕でチョップっていう感じでやると回転がかかります。手首を固定したので前腕でインパクトの瞬間に前腕でチョップ
っていう風にやると回転が生まれます。で前腕でチョップ。あ、いいですねこれ。はい。はい。はい。で前腕でチョップ。あ、いいですねこれ。はい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 、でこの時にスイングをやったんですけどかからないよって方はですね、これですね、椅子、箱、小さな箱などを用意してください。これを使うと巻き込みサーブの回転がさらにかけやすくなります。これでかける感覚、今のよこれ置いて右足乗せて、でちょっと体の横側で捉える感覚、巻き込みのこの捉える感覚、体の後ろで切るとかける感覚身につきやすいんで、前でやろうとするとやっぱ押しちゃったりとか当てちゃったりして回転がかからないんで、前でやろうとするとやっぱ押しちゃったりとか当てちゃったりして回転がかからないので、ちょっと後ろの方でかけるような感じでやると、お、こういう感じです。今ないのでちょっと後ろの方でかけるような感じでやると、お、こういう感じです。今がですね、もう一回いきますよ。こういう感じ曲がってますよね。こう椅子を使うことでこう重心を無理やり斜めにして強制的に、でこの時に前腕でチョップするっていう感じで繰り返してください。この感覚を何度もやってみましょう。向こうの方にこうチョップするようにするとより回転をかける感覚が生まれやすいです。横に、あっち側に向かってですね、前にやるっていうよりも横に向かって振るようにすると巻き込みのこの感覚、かける感覚が生まれやすいです。高くてもいいのでとりあえずやってみましょう。で曲がるのを確認しましょう。これでやるとかける感覚が身につきやすくなります。はい、できるようになったらさっきのこれなしで前腕で切るようなサーブを実践でやってみてください。でポイントの4つ目ですね。ポイント4つ目は、いわゆるこの巻き込みサーブのこの出す時の出し方がありまして、で実は巻き込みサーブ2つ出し方がトップ選手あります。1つはこうラケットをこう横から入るようなタイプの巻き込み系ですね。でもう1つが私がよく非常に活用して点数取ってるヘッドを真上に向けた立てるタイプの巻き込みですね。こういうタイプ巻き込みサーブは大きく分けて、2パターンですねいます。で私は今回はですねこう立てる方の巻き込みで効果的に効く方をどんどんやっていこうと思います。横の方はまたちょっと今度横だけの単体の巻き込みサーブの技術動画を撮ろうかなと思います。で私がおすすめしているこうラケットのヘッドを立てる巻き込みサーブなんですけど、これはですねもうラケットのこう構える時にこうじゃなくてこうです。もう構えた時にラケットのもうヘッドをもう真上に向けるって感じです。ヘッドを真上に向けた方が効果が出やすいです。真上これ斜めになっちゃうと回転がちょっとバレやすくなったりするので斜めでもいいんですけど、こう立てた方が上系下系混ざった時にラケット起きてる状態で上と下が出れば結構効きやすいので、できるだけラケットを直角頑張ってしっかり真上に立てるっていうことが大事になります。トップ選手も結構ラケットもう立てる系の人はもう直角に立てて出してますね。こういう感じ、はい、こういう感じ、これ大事で、このままボールの右側をチョップっていう感じですね。立ててボールの右側チョップ、こういう感じです。ラケットの上立ててボールの右側をチョップ、こういう感じ。ラケットの右側をチョップ、こういう感じ。ラケットの上立ててボールの右側をチョップ、こういう感じ。ラケットの右側をチョップ、こういう感じ。
横系のやつは短いサーブが出しやすい印象が私はあるんですけど、縦の方がサーブを速くしたいときに速くしやすい、サーブのボールを飛ばす勢いを使いやすいので、高速系の巻き込み使う人とかは縦気味でやってもらうといいかもしれません。はい、ではポイントの5つ目は、今度はこの縦の巻き込みのいいところの上と下の掛け分けの簡単にできるやり方ですね。これ2種類大きく分けてあるので、その2種類でどっちかいい方皆さんやってみてください。まず1種類目ですね。1種類目はインパクトの瞬間、ボールの右側をチョップするって言ったんですけど、この時にラケットのここですね、ヘッドでツンと当てるようにすると上系が強く出やすいです。ちょっとやってみますね。上系で、この時に斜めにしてしまうと面を、そうするとこれだと上じゃなくなっちゃいますね。横下とか横系になりやすいので気をつけてください。ようにすると上系が強く出やすいです。ちょっとやってみますね。上系で、もう一つはですね、こう直角にした状態で、ラケットのこう下の方ですね、下側の方、こういうイメージなんですけど、私はこういうイメージでここからこういう感じですね。ラケットの下の方を横にこするっていう感じなんですけど、これでやると厳密に言うと横が強い下って感じです。横が強い下がちょっと入る状態で、見てください。ギュッと下が戻ってくるわけではないんですけど、ちょっと横重視の下になるって感じなので、ちょっともう一つはですね、こう直角にした状態で、ラケットのこう下の方ですね、下側の方をこういうイメージなんですけど、私はこういうイメージでここからこういう感じですね。ラケットの下の方を横にこするっていう感じなんですけど、これでやると厳密に言うと横が強い下って感じですね。横が強い下がちょっと入る状態で、見てください。ギュッと下が戻ってくるわけではないんですけど、ちょっと横重視の下になるって感じなので、ちょっとで、これが上、もう一回いきますよ。これが上、これ横下、ほんのちょっと、フォームはほぼ直角にしてるんで上に見えると思うんですけど、でこれが上、もう一回いきますよ。これが上、これ横下、ほんのちょっとですね、下方向を捉えようとすると気持ちですね、ラケットが少し若干インパクトの時にちょっとこう開くんですよね。気持ちいいですけど、開くんで、ちょっとそれでさっき言ったちょっと斜め下回転みたいな回転がひっそり入りやすいということが分かってます。で、あともう一つの種類ですね。今のはちょっとできないよって方はもう一つの種類がありますね。もう一つはまた垂直で出すときに、上を出すときはこっちですね。台のこっち側に向かって、横に向かってヘッドの真上の状態でポンって当ててもらう。ここにヘッドので横に向かって振ってもらうと、これが上になります。上になります。ヘッドので横に向かって振ってもらうと、これが上になります。上になります。もう一回いきます。上になります。今度はちょっと当たった後にこっちですね、縦方向、こっち側の方、さっき横だったんですけど、こっち側縦方向に向かってスイングを持ってこようとすると、ラケットですね、
ほんの少し開くんですよ、自然と。ほんの少し開きになるので、それでちょっと、これも横下、横が強い、ほんのちょっと下が入るっていう状態になります。こういう感じ。ほんのちょっと、ほんのちょっと、はい、ほんのちょっと下が、はい、ほんのちょっと下で、こっちはこれ上、ほんのちょっと下で、こっちはこれ上で、上なので、上下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 。最後にですね、回転量とスピード、両方出しやすくする体の使い方を上手に使うと、手打ちになりすぎてやっぱ安定感なくなっちゃうので、体と足を使うことが必要になります。で、上手に体を使う巻き込みが力が一番回転時にうまく使う感覚としましては、構えた時に左足に体重乗せます。構えた時、皆さん大体左に乗せると思うんですけど、左にでトスを上げます。でトスを上げた瞬間に右足に体重が乗ります。で左足でインパクトする時に左足乗ります。なので左右左っていう力をですね加えると、体と足の左右左ってやると体重が乗るんで、巻き込みにパワーがインパクトが速くなるんですよね。だから要するにサーブがより切れるようになったりとか、速いサーブが出せるようになったりとか、モーションかけた時にスイングが速いから分かりづらくなったりとかします。はい、もうやってみますね。普通にやるだけだとこれ手でやろうとか難しいですよね。難しい、手だけだ難しいでなくて、左右左、うわめっちゃいいサーブ、左右左、いいさ、回転量がでちょっと低く出ますね。あと体が低くなるので、左右左右左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 。
海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。